ひまそらさんと石丸さんの200について一言お願いします。いやー、面白いですよね。僕見てないんですよ。ひまそらあかねさんっていう人と、東京都知事選に出るって言ってる秋田方市の元市長の石丸さんが、200という YouTube チャンネルで討論をした。で、そこの僕コメント欄だけ見たんですよ。なんか揉めとるなーっていうので、多分内容としては見ても多分しょうもない内容であるというのがあったので、むしろ人はどんなリアクションをするんだろうというので、コメント欄を見ました。で、ひまそらさんを政治の話をするのかと思ったら、ずっとアニメクイズをやっていたと。で、なんだこれ、見る価値がなかったっていうのが、リハックのコメント欄のほとんど。僕はひまそらさんをフォローしてるので、ひまそらさんが RT してるものを、ひまそらさんが RT しましたっていうのがいっぱい出てくるんですけど、それを見てる限り、石丸さんは、アニメに関して詳しいですと言っていて、著書の中でも、鬼滅の刃のことを書いてたりすると。それにもかかわらず、鬼滅の刃のことを聞いて、そんなに詳しくなかった。だから嘘つきである。というのを、割とそう言ってるのを RT してるひまそらさんは。で、何が大事なのかっていうので、一般の人は政治信条とか政治家として何をやるのかというのを知りたい。でもひまそらさんは、こいつはアニメファンを騙そうとしてるんじゃないかという答えが欲しい。秋葉原に帰ってきましたとかっていうとアニメファンなんじゃないかと思って、アニメファンというのは流されやすいから、アニメ好きなやつに投票しようとなってしまうと。で、実際に参議院で自民党で50万票を取った人がいるんですよね。アニメを守りますっていう形でオタク票をメインにするっていうので、山田さんだよね、確か議員さんでいて。なので、アニメファンの票を取るというのはそれなりに価値があると。で、それをやろうとしてるだけで本当はアニメに詳しくないんじゃないかというのをひまそらさんをやろうとしたっていうのがあって、で、ひまそらさんがアニメのこと答えられてないじゃないかっていうのをリツイートっていうのをいっぱいしてたんですけど、で、内容を見てないんですけど、ただ、最終的に何かのアニメで、ひまそらさんが知ってるって言ったのに対して、石丸さんが問題を出して、ひまそらさんが答えられなかったっていうのがあって、どっちもどっちじゃねっていうのになったっていうのが山田太郎さんね。っていうのがツイッターの方であって、そういう感じなのねっていう。で、多分アニメ好き、漫画好きは真実だと思うんですよ。7000冊漫画があって、なんか5000冊はもう売って、今2000冊しか持ってないみたいな話だと思うんですけど、で、僕も鬼滅の刃漫画読んでます。最新以外はアニメ見てます。でも、覚えてないんですよ。上限能に誰がいたっけって言われても、僕も確かにね、赤座以外出ないんですよ。僕、人間の人の名前すら覚えないから、アニメキャラの名前なんか覚えてないんですよ。確かにこういうやついたよねってあるけど、名前覚えられないから、だから石丸さんがそうなるよねはわかるんですよ。ただそれで、だから詳しくないって言われても、詳しいジャンルの差ってあるんですよ。石丸さんがスポーツ系の漫画見てますって言ったら見てませんみたいなのをひまそらさんが言ったっていうのがあって、だから僕は割とスポーツ系映画好きなんですよ。バスケットボール映画とか、フットボール映画とか、スポーツが題材になってる映画とか、山登る映画とか、僕割と見がちなんですよ。っていうのがあって、ジャンルっていうのもあって、そういう系のジャンル好きだよねっていうのがあるので、なので、そっち側のマニアックなやつは僕は割と知ってるけど、でもじゃあ恋愛映画とか聞かれたら全然見てませんみたいな。っていうのがあったりするので、人って偏りがあるよねって話なんですけど、だから別になんか赤座の下の名前とか知らなくても別にいいんじゃねって僕は思うんですけど、で、ちょっと気になったのが、政治家とか偉い人とかって、挨拶とか話の時に、論語とか引用する人多いじゃないですか。格言とかさ。じゃあ、格言とか論語を引用してて、原点読んだやつって一人もいないと思うんですよ。一人がいるかな。国破れて山がありという言葉はありますが、みたいな言ってるけど、お前これ絶対原文読んだことねえだろ。教科書に書いてあるの見ただけだろ、みたいな。結局論語とかアニメとかを引用する人とかって、別に全部をちゃんと原文当たってる人って少ないと思うんですよ。四面楚歌って言うけど、お前本当に式ちゃんと最初から最後まで読んだのかよみたいな。で、僕それでいいと思うんですよ。アニメを引用する人とかがだんだん偉くなると、アニメを見ることとか、漫画を見ることというのが、割と良いことであるという評価になるんですよね。なので、今でもやっぱりアニメとか漫画って良くないものだって思う人多いんですよ。宮崎努のせいで。でもそうじゃなくて、アニメを読むことによって知識が得れることもあるし、勉強になることもあるし、朝木夢見を見て、日本文学に興味を持って、日本文学科に行きました。古典漢文大好きですってなるのも僕全然いいと思うんですよ。何かの文章を引用するという時に、お前本文読んだのかよとか、この本文の中でこれが出てくるから合ってたのかよとかっていうと、じゃあアニメは引用しない方がいいよねとか、漫画は引用しない方がいいよねってなっちゃうんですよ。なんかめんどくせえやつが寄ってくるからみたいな。
なので僕はそっちの方が良くないと思うので、アニメから引用するとか漫画から引用するっていう人は増えた方がいいと思ってるんですよ。なので増えなくなるようなことをするというのは結果としてアニメとか漫画の市場を狭くして、アニメを作る人とか漫画を作ってる人たちが食えなくなる方向に行っちゃう可能性があるんですよね。東京都で不健全図書みたいな指定があるんですけど、漫画でこれは不健全だから売るべきではないというのを東京都って独自に指定してるんですよ。で、それって逆効果で逆に売れちゃうっていうのがあって、それはそれで面白いんだけど、そうは言っても政治家の人たちが不健全な小説とか不健全な文字だけの本って指定してないんですよ。あくまで指定してるのって漫画なんですよ。漫画は俺たちが制限すべきだけど、小説とか文章は制限すべきではないっていう思想を持ってる人が東京都の政治家では多数派なんですよ。なので漫画とかアニメって見た方がいいよねっていうのであれば、お前これ読んでないんだから引用すんなとか使うなっていう方が僕はその業界にとって良くないと思うので、なのでひまそらあかねさんがやってるこの漫画読んでないんだったら使うなとか言うなっていうことの方が漫画業界にとってはマイナスだと思うので、あれは良くないんじゃないかなというふうに思ってます。リハックのひまそらあかね VS、なんであかねさんに3つけないんだろう。VS 石丸さんの対談番組があり、結構な大事故だったので見ましたか？見てないです。ひまそらあかねさんは石丸さんを中国人工作員だと信じてるみたいなんですが、ひまそらあかねって陰謀論者なんでしょうか？ひろきにも首輪がついてるんですが、どんな首輪だと思いますか？想像したものが事実だと思い込みたいタイプの人だと思うんですよね。で、世の中ってそういう人って結構いるので、なんでそういう人なんだなと思いますけど、どんな首輪？まあ多分安い首輪なんでしょうね。高い首輪だったらもうちょっとおしゃれ感出てると思うので。なので想像したものが事実だと思って、その証拠を一生懸命集めてそうだと思い込むっていう、イベルメクチンだっけ？馬の皮膚病かなんかの薬がコロナに効くって言い出して、イペルメクシンか。やたら一生懸命それを集め出して飲んでた人たちっていうのが一時期いたんですよね。僕が調べた限りだと、やっぱりコロナには効かないよねっていう結論しか出なかったんですけど、でもなんかアメリカの何々さんって言ってる人が、イペルメクシンというのはコロナに効くんだって言ってるみたいな、こいつ誰やねんみたいな、なんかこう YouTube のやつを出してきたりとか、知り合いの看護師の何々さんっていう人が、イペルメクシンが効くって言ってましたみたいな、なんか一生懸命探すんですよ。で、確かに探したら、そういうこと言ってる人はいるかもしれないよねはあるんだけど、だからといってイペルメクチンを普通のじゃあ大学とかで調べた論文の範囲内でいくと、効果ないよねっていうのしか見えないので、何を信じるかっていうので、信じたいものを信じるっていうのはそういうタイプなんじゃないかなと思います。ひまそらさんの勝訴の話もうされました。何を勝訴したのか僕知らないですよね。僕割とひまそらさん結構応援派だったんですよ。見てもらえばわかるんですけど、ひまそらさんと結構昔僕 RT とかしてたんですよ。で、なぜかいろんなものに噛みつくようになっちゃったんですよね。僕とかだったり、墨田区の議員さん、自民党の議員さんでコラボ問題とかを追及してた議員さんに噛みつくようになったりとかで、思い通りにならなかったからといって、別になんかどちらかというと味方側の人とかも噛みつくとかをやるとどんどん疎遠な人増えんのになと思って、でもまあ友達もないし本人がやりたいんだったらそれでいいんじゃねえと思って見てたので、ひまそらさん界隈今僕あんま調べてないですよね。イギリスに留学している男の子にやたら噛みついてるとか、あれどうでもよくねって僕思うんですけど、 NPO とか政治家に噛みつくとかは全然頑張れ頑張れって思うんですけど、なんか20代の男の子とひたすら裁判やって名誉毀損やってとかで、空回りとかやって何のメリットもないと思うので、触るものみんな傷つけちゃう的な感じになってるので、なんかあんまり関わらない方が良さそうな感じになってきたなっていう風に見えちゃうのが多分損だと思うんですよ。なので噛みつく相手をちゃんと決めるっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。ひまぞらあかねと対談してほしいです。あの人 X の DM しか見てないので DM で申し込んでいただけませんか？メディアでひまぞらを取り上げてもらえないので影響力のなくひろゆきさんとの対談は社会的やりと思うのですが、やはりめんどくさかやしがらみがあって難しいでしょうか？僕このチャンネルで対談したのって1回だけじゃないかな。僕基本的にこのチャンネルで対談ってしてないんですよ。で、人と対談して相手の方にメリットがあることがほとんどないと思ってて、だから僕、YOSHIKI さんとの対談も断ってるんですよね。X の YOSHIKI さんのチャンネルで僕お話をするっていうのやってるんですけど、他の人は YOSHIKI さんのチャンネルで半分対談して、もう半分は自分のチャンネルみたいなのをヒカルさんとかやってたと思うんですけど、
僕のチャンネルって基本的に頭のおかしい人しか見てないじゃないですか。で、頭のおかしい人がコメントを書くと、大体その人傷つくじゃないですか。なので、まともな人とやっちゃうと、基本的にはまともな人が傷ついてしまうので、なので、なんかそれが可能な人って結構少ないと思ってるので、リューチェルさん、このチャンネルじゃなかったと思うんだよね。多分僕、このチャンネルで対談したことあるのって、ワクチンの話で一回やったのと、あとコロナの時にやったのと、あとなんかあったっけ。あと、ひげおやじさんと無職の天下一無職会っていうのをやったぐらいで、大悟さんがこのチャンネル出たことも多分ないと思うんだよね、メンタリスト大悟さん。メンタリスト大悟さんも僕、メンタリスト大悟さんのチャンネルで出てやっただけで、過去のやつってこれ、たどれないんだ。多分だから僕、対談このチャンネルでしたことない。で、リューチェルさんも多分チャンネル違うかな。これでやったっけ。なので、僕、基本的にチャンネルで対談というのをそもそもしてません。なので、してみてくださいっていうと、してませんっていうのが答えになると思います。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。